ウェルカムトゥリンヤマンチャンネル。今日は、筑波山神社に来てます。エネルギーがいいんで、いるだけでエネルギー取りながら、雷神の振り返りですね。ありがとうございます。はい。ちなみにこの筑波山実際参拝されて何か感じますか？いやー、すごいですね。改めて日本人であることを誇りに思えるような神社だなと。もう来てすぐそういう感じしますもん。で、ご祭神もイザナギの御事とイザナミの御事で。なるほど。ね、すごく位の高い神様を祀ってる神社ですね。いいっすよね、だからエネルギー。で、そんな神聖な場所で先日行われたライジンランドマーク、in神戸、はい、振り返りいただけるということですね。お願いします。じゃあ一つ目、金太郎さんですね。いやー、めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったです。とは言っても僕まだ ATT で被ってなくて、あったりもしてないんですけど、やっぱ同じチームだし、ここは何としてでも勝ってほしいなと思ってる中で、こういうなんか謎のね、ちゃんと戦績ある中国人っていう、これ怖いなと思ってたんですよ。なんかリーチもありそうで、体もしなやかそうだし。と思ってたらまさかの外ヒール。すっげえいいエントリーでしたね。あれガチのグラップラー。あれは食らいますね。あんな初見殺しあるみたいな。ブリッジでスペース作って、あれを体の力あるんで特徴ですけど、パーって作ってすぐそこに左足巻き込んで外ヒール。会場めちゃくちゃメイン前一番爆発したんじゃないですかね。金太郎選手は ATT ってかなり僕が言うのも変ですけど、テクニックがついて。それが一つ形となって試合になったのは絶対そうだと思います。ヤンジオンとやった時も、あそこの外ヒールの仕掛けみたいな2回ぐらい見せてて、すごくいいなと思ってたんで、それが今回バツッとはまって、よかったっていう、一つ目ですね。二つ目、パット対桜庭大成君。すごくいい試合でしたね。決まった時もやっぱここから上がろうとしてる2人がここで交わるんだっていう結構面白さもあるけど残酷なマッチアップでもあるなとは思ってて、桜庭選手は結構初戦も2戦目もガンガン出すんで、なんなら初戦デビュー戦とかヤッチ選手にこうあんだけ30秒とかそれぐらいの短い間だけど打撃ガンガン出してたから、パッと相手でも関係なしに振ってはくるかなと思ったけど、結構蹴りで主導権取る感じがすごかったですね。残念ながらパト選手負けてしまったんですけど、パト選手も決して悪くないんです。はい、本当に強いし、ポテンシャルの高さとか、自分よりも全然あるし、それがなかなか、勝ち試合でも100発揮はなかなか見れないなっていうのは最近ちょっと思ってるんで、パトはもう普段の練習動向っていうそこが整えば、もうガンガンどんどんやっていけるファイターになると思うんで、そこのアジャストはねやっぱ難しいんですけど、今回の試合も含め失敗と思っちゃうと、やっぱそこをなんか抱えちゃうことになると思うんで、なんかね、学びと捉えてしっかり次に向けてやってほしいけどね。そんなのはもうみんなできるんすよ。でもやっぱ仲間だし応援してるんで、それでも模索してやっていくしかないですよね。格闘技は。はい、っていう感じですね。3つ目、ちょっとこれはなかった試合ですけど、小読さんとキラモフの一戦。やっぱ小読さん本当に日本でこう格闘技の取り組みっていうのも最初にこう背中見せてくれたのはやっぱ小読さんだったし、スパーリングもたくさんさせてもらって学ばせてもらって、去年なんか僕小読さんの三日月腹に受けて脱粉してますからね、スパー中。このバーップあそれはもう出てるんですか？やられても出てる。出た。押し出された。マジっす。まだ痛かった技3戦とかで小読さんの技出してましたね。ほんとね、あんな美しい格闘技やる人もなかなか日本にいないし、武っていうのを突き詰めてるようなファイターなので、武道として今の格闘技をなんか道として突き詰めてるファイターの一人かなと思うんで、僕は試合が毎回すごい楽しみで見てたんで、キラモフここで来たかみたいな、超えてほしいってすごい思ってたんで、どれぐらい前から話決まってたかわかんないですけど、でも結構急に急激参戦だなっていう
印象を受けたんで、発表を受けた時、まあこんぐらい大晦日とか年始とか時間空いて雷神っていう舞台にしっかりアジャストして作るっていう。なるほど。はい、まあ絶対、はい、今回の経験は絶対に正解にできるファイターだと思うんで、はい、ここで一回慣らし入れといて、雰囲気とか流れとかベストなパフォーマンスを大晦日に出してほしいし、それで僕は日本のファンのみんながこういう新しいファイターてか新しく映ると思うんです、小読さんの格闘技は、はい、それを楽しんでほしいなってめっちゃ思います、ね。なるほど。あんなスイッチして綺麗に打撃両方出せて、はい、そっからレスリングにつなげられてっていうファイターいないんで、日本になかなか、はい、なかなかっていうか一人もいないんじゃないかなって思うぐらい、はい、試合でやってるのは。なんでそれがすごい楽しみです。次、山内くん対トニー・ララミーです。はい、山内くんは格闘技のスタートがほぼ一緒みたいな感じで、一緒にアマチュアの大会から始まったりしてっていう中で、やっぱずっと同じくキャリアを追ってるファイターだし、はい、まあ師匠も高谷さんで一緒で、はい、まあやっぱ当然注目して見てたんですけどね、やっぱレスリングっすよね。はい、ララミーのレスリング、はい、ですげえ壁での対処とか良かったんですよ。山内くんもしっかり脇刺して固定入れて叩いて向き直してとかもやれてたんですけど、はい、要所要所のやっぱレスリング力ってやっぱ、のなんかベースの差が出た試合だったし、やっぱあそこがやっぱ日本人がレスリングやんなきゃなって言われてるゆえんかなっていうとこですね。一回山内くんが倒せそうなとこもララミはこう倒れながら返したりとか、はい、ああいうことが当たり前にこう起こるんで、はい、向こうのファイターとかは、はい、そういう本当に倒れ際とか、はい、立ち際とか、はい、そういうところの組のこの環境のレベルの高さがやっぱララミーはすごいいいんだろうなっていう感じですね。だから最初の立ち上がり2分とかは山内くんの打撃の初動の速さとかでララミーがこれちょっと打撃分が悪いなと思って多分ずっと組のゲームになったと思うんですけど、だから3年とか2年3年かけてああいうのをしっかり話して15分の間にまとめるみたいなスタイルを多分山内くんは目指していくんだと思いますね。まあ来たところはもう首を取れるようにするとか、そうですね。やっぱディフェンス1個攻撃がないとレスリングにあえてディフェンスに回っちゃうんで、レスリングで攻撃をできるっていうこう選択肢を持ってやっとこう今は戦える時代かなっていうのを強くちょっと感じた試合でしたね。最後萩原選手対秋元選手、次いい試合だったっすね。すげえいい試合だったっすね。試合前はどちらに分があると思われてたんですか？分かんない感じだなと思いました。はい、でも試合ほんと直前とかは、まあ顔見て、顔の表情の良さとかで、これ萩原選手行くんじゃねえのって思いました。開始1分前とかにケイチに「これ萩原行くぞ!」とか言って LINE しちゃったぐらい、それぐらいいい顔してたなと思いましたね。このガーってこの神戸で上がってる感じと、長男さんの後ろから「呼吸深くしろ」みたいな「大きいフル」じゃあ最後ここもクライマーマ行きますか。これはでもその長男さんがこう落ち着け落ち着けってやってる感じとなんかうまくミックスされてて、これ超いいとこいいんじゃないのって思って、見てましたね。でも秋元選手がやっぱプレッシャー食わないって多分決めてたんですよね、始まりから。ガンガン最初にかけて背負わせるのは秋元選手だったんで、それがすげえ良かったと思いますよ。ぶっちゃけその物議かますって出すようなこと言っちゃいますけど、止めるタイミングはどうですかね。まあ生きてはいたんでハーブ・ディーンは止めなかったかも。UFC の黒人のレフリーとか止めなかったかもしれない。でもまあまあ難しいとこっすね。まあでもいいんじゃないですか、あれで。まあこういうパウンドから秋元選手が最後強打をドン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 に変えたんで、あれはもろに2発ぐらい入ったら結構危ないは危ないんで、目のこともあったし、多分かなと思いますね。はい。そうですね。秋元選手がストライカーの萩原選手に打撃で向き合って戦っていた印象を受けたんですけど、あれはなんか立派だなと私は思います。思いますよね。あれはそうですね。だって
て組みに行ったっていいわけですね。そうですね。はい。1こんだけ行くんだみたいな聞かされても。確かに確かに。最初全然萩原さんのペースだったっすね。ペースでまあまあ顔は腫れてはきてたけど、だから1ラウンド目とか2、3回ぐらついてたから、これ印象でダメージもワンチャン入ってんじゃないかなって思ってて、すごいなと思ったら、多分ラウンド帰った時にテイク行けよって言われたんだと思うんですよ。2ラウンドすぐタックル行ってましたからね。まあなんかその辺をしっかりこだわらずにやって勝った秋元選手。そうですね。はい。まあとにかく彼の年齢がすごいですね。19歳で活躍ぶりと落ち着きを。そうですね。また今回で一つ強くはなったと思うし、盛り上げつつ勝つとこは勝つみたいないいバランスで仕事したっていうすごくそうっす。はい。萩原選手めちゃくちゃかっこよかったですね。僕は秋元選手と木村修也選手が見たいです。木村修也選手。真島選手に負けちゃったんですけど、日本拳法のすごい強く言うじゃないですか。あれとか腰バリ強で体超強くて一撃で倒すことを考えてるような選手じゃないですか。負けたけどめっちゃ強いと思うんですよ。今ちょっと番外でずれてますけど。じゃあ秋元選手と見たいってこと？俺はそこ超いい、超面白いと思う。噛み合いそうだな。いやもう超いいんじゃないですか。腰強いんで絶対木村選手。まあこれまた組んだら残酷すぎてちょっといやめっちゃ面白いと思うな。木村選手をだから今回のメインイベントのどっちとかに絡ましてもめっちゃ面白いなと思いますね。そうですね。真島選手とか今後そういう流れになりそうだけどって感じですかね。以上が先週のライジンランドマーク振り返り動画になりました。皆様ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい。清きふるさと。もうだいぶ暗くなってきたけど。